出ました。これも出ました。これを出ました。これもすいません、ロさんの許可で入らせていただいたんですけど、
中田花子は毎年、娘の明美のためにひな人形を並べた。シダンの豪華なひな人形で明美はいつもそれを楽しみにしていた。しかし、ある時気がつくと、メリナの位置に古い人形が置かれていた。明美はそれが怖くてたまらなかった。かな子は、アキラがいたずらで人形を置いていると思い、アキラを問い詰めた。しかし、アキラはそれを否定した。否定するだけでなく、あの人形は呪われている。あの人形は呪われている。あの人形は呪われている。と繰り返しかな子に主張した。ある日アキラは人形を山に捨てた。とかな子に伝えた。だが次のひな祭りの日、気づくとまたその人形はひな壇に並んでいた。かな子はあの人形を山に捨てたのは嘘か。あの人形を見たくもないし、触れたくもない。山に捨てるのではなく、燃やしてくれ。とアキラに言った。アキラは人形を山に埋めたのは本当だ。あいつが勝手に戻ってきた。とかな子に主張した。明美は中学生になり、ひな人形への興味も失っていたので、もうひな人形を並べなくていい。と言った。しかし、かな子はひな人形を並べるのをやめなかった。アキラは今あの人形は家にない。今度は確実に山に埋めた。信じてくれ。とかな子に伝えていた。だがひな祭りの日、あの人形はまたひな壇に並べられていた。かな子はまたアキラを問い詰めた。なぜあの人形を燃やさなかったのか。ゴミの日に出してもいいじゃないか。そこでアキラは山に人形を捨てるのをビデオに撮り、証拠としてかな子に見せた。確実に山に捨てたのだから、人形を燃やすのだけは勘弁してほしい。と懇願した。しかし次のひな祭りにまたあの人形が置かれていた。アキラが失踪する直前のひな祭りの日である。かな子はアキラに人形を処分させるのを諦め、自分で人形を燃やした。と言った。アキラの顔は青ざめ、黙り込んでしまった。